今日は、ルパン三世ですね。テレビシリーズ第2シーズンの最終話、さらば愛しきルパンをやるわけですね。よいしょ。まあまあ有名な話ですよね。有名な話というかですね、宮崎駿の監督作品で放送当時は宮崎駿って名前伏せられてたんですけど、あっという間にですねアニメ雑誌とかに「宮崎駿が」とかいうふうに書かれたんで、すぐバレてしまったんですけどもですね、ルパン三世の昔 VHS テープがですねソフトとして発売されてた時代もですね、第1話「ルパンは燃えてるか」は入ってくるんですけども、必ずこの「さらば愛しきルパンよ」と、あと「死の翼アルバトロス」だけは入っているというですね、他の話数が発売されなくてもこの話数だけ発売されるとかですね、いろいろですね評判になった回ですね。今のバンダイがですね当時まだ映像をやる時にですね渋谷にネットワーク事業部っていう別会社作ってやってた時もですね、わざわざルパン三世のVHS ソフトはですね1本しかなかったんです。それは「さらば愛しきルパンよ」と「死の翼アルバトロス」の2話をワンセットにして60分の VHS テープにやって、それだけ出してたというぐらいですね人気のお話です。今日はですねこの「さらば愛しきルパンよ」のですね見どころですね、第2シーズンの最終回だからもちろん見どころあるんですけども、ちょっと語っていこうと思います。一番最初ですね、もう完全にそれまでのルパンの世界観と違うやたらリアルな東京の風景がドーンと現れて、1981年東京というところから始まります。でなんでこれ1981年東京、オンエアの時が1981年なんですけども、それまでずっと「ルパン三世」っていうのはテレビシリーズを通してですね、できるだけどこの時代かわからないような書き方してるんですね。10年前かわかんないし20年前かわかんないというようなですね世界でやったのに、この最終回だけいきなり1981年東京っていうのが出てくると。なんでそうなってるのかと、この辺の意味はちょっとテーマ的なこととか歴史的なことになってるんで限定の方で語ろうと思います。で、もう冒頭このシーンの直後ですね、映った直後に、ロボットですね、空を飛ぶロボットがブーンってここを通り過ぎるところから始まるんですね。でこれがですね、今回のですね事件を起こすロボットラムダというロボットなんですけども、有名な古典アニメのオマージュなんですね。これですねフライシャープロダクションのですねフライシャースタジオが作ったですねメカニカルモンスターというのがあるんですけども、お兄さんマックス・フライシャー、弟デーブ・フライシャーの兄弟が作ったニューヨークのフライシャースタジオですね、ディズニーのライバルだったとこです。で有名なところではベリー・ブープですか、あとポパイ・ザ・セーラーマンなんか、現代でも人気のですねキャラクターを多数作ったところです。でその一つにですねスーパーマンシリーズがあったんですね。1941年のですね、フィルム作品なんですけども、これはメカニカルモンスターと呼ばれるロボットが垂直に着陸するシーンですね。頭にプロペラがついてて垂直に着陸します。で宝石店を襲う時にガラス弾に向かっていく。で逃げていくメカニカルロボットにスーパーマンがパッと乗りつける。そうするとメカニカルロボットは右に旋回してですね、だから右の翼を落としてスーパーマンを振り落とそうとするっていうですね、これやるんですけども、驚いたことにですねこの「さらば愛しきルパンよ」で宮崎駿はこれをこのまんまオマージュというよりは完コピしますですね。これは完コピの方ですね。まず垂直に着陸する時に一応ちょっとだけ変えて背中も向けて垂直に着陸、動き完全に同じです。でこちら側ですね、宝石を狙って歩くロボットモンスター、その向こうにはクラーク・ケントとロイス・レーンが見えてますけども、宝石を狙ってゆっくり歩くロボットラムダですね。で一生懸命ガラスケースをですね隠そうとしている、ちょっとここでコメディ入れてます。で、スーパーマンが飛びつくところ、これもですねルパン三世が飛び乗るっていうですね、もう本当にほぼポーズも同じ、ちょっと情けなく書いてますんですけど、で、ロボットがですね左にというか右にですね、右の翼を下ろしてって言えばいいのかな、右に落としてですねスーパーマンを振り落とそうとするところは同じですね。ラムダもですね右に翼を落としてですねルパン三世を振り落とそうとすると完全にですね同じなんですよ。でこの自分にとって宮崎駿何がすごいかって、
これ今時のやつじゃないんですね。今時だったら確かに YouTube で見るとかですね、ビデオソフトで見るとかですね、いろんな方法があると思うんですけども、このリチャード・フライシャーのですね、スーパーマンっていうのは宮崎駿が作った1980年代にですね、日本ではですねソフト化されてなかったんですね。見ることができないと。じゃあいつ見たのかっていうとですね、戦後16ミリフィルムとか35ミリフィルムで入ってきた時に、都内で時々マニアの上映会というのがあったんですね。でそこでおそらく見たか、下手したら戦後すぐに映画館で宮崎駿は見たんだと思います。でおそらく1回しか見てないんですよ。おそらく1回しか見てないのに大体の記憶で完全に同じものを作っちゃうんですね。これがその宮崎駿のすごいところで、宮崎駿ですね、写真撮らないんですね、旅行行った時に。これは鈴木敏夫がよく言ってるんですけど、宮さんは全然写真撮らないと。その代わり腕組んでじーっと見てると。で10年後ぐらいに「ハウルの動く城」で建物って言ったら完全に同じものを描くと。で念のため写真出してきたら本当に同じものを描いてると。人の記憶力っていうのは見ることで作られて、それがもう頭の中でずっとあるんだっていうふうに言ってるんですけども、もう本当に全く同じものをですね、多分ですね、生涯で1回若い頃に見ただけのものをですね、中年になってから完コピできるんですね。でこの自分にとってのバイブルをですね堂々とコピーするっていうですね姿勢は弟子の庵野秀明にですね引き継がれてですね「新エヴァンゲリオン」とかでも出てるわけですね。多分これって本当にアニメファンの間でもあんなに完コピしていいのかってすごいね騒ぎになったんですけれどもですね、多分この辺りがですね新エヴァのですねオマージュ満載のですね元になっているんではないかと思います。で、その他にもですね、アニメ表現的にですねさらば愛しきルパンはですねルパン世はですね素晴らしい部分が多いです。例えばですね、これはロボットラムダがですねガラスを割るシーン3つを集めてみました。宝石店に入る時に外側で着陸してましたよね。さっきラムダ外側に着陸してたんですけど、いきなり今度は室内に入るんですよ。そうすると外から室内に入ったからカメラの露出がやや暗淡になって暗いところから外側見えてる。なのでやや逆光っぽい感じでラムダが入ってくるシーンです。でこの時にガラスはですね何のためらいもなくひびが割れてバリンと割ります。つまりでかい質量のものがそのまま何も気にせずにガラス窓から入ってきたからパーンと割れる。一瞬ひびが入っただけで割れるんですね。この時のガラスの割れ方はためなし。いきなりひび割れてポンです。で次ラムダがですねこの宝石が入っているガラスのケースをですね両側から腕でですねグーッと押すんですね。押すっていうか僕がやってみたらギューッと押すんですよ。そうするとですねこのガラスがやや膨らんでハイライトが動いてからバリーンと割れるんですね。この一瞬のですねここの膨らみが素晴らしいと。つまり前のやつでためなくガラスがバリーンと割れたからといってですね次にガラス割る時にですね同じような動かし方しないんですね。まずグッと両側から押し込んで、それでガラスの表面が歪んでしまって膨らんだかと思ったら、ガラスというのはですねなんだろうな曲がらない素材ですので一瞬でバリンと割れてしまうというのを見せる。で3つ目です。王冠みたいなものがですねパイプ型のガラスケースの中にあるんですけど、これもですねラムダがですね両側からグッと押します。そうすると今ここにこのハイライトですね、このクリーム色とかグレーの筋ハイライトなんですけども、これがですね激しく動くんですね。つまり手でグッとやった瞬間にですねここにある透明のガラスの筒がですねハイライトがぐにゃ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 っと激しく動いて次の瞬間にバリンと割れるんですね。このガラスの割れ方でですね3種類のものを見せることによって、なんかガラスってあんなに強い力を受けたらこんなふうに割れるんだっていうふうにですね僕らに驚きを与えてくれるんですね。なかなか何でしょうね一筋縄ではいかないアニメの芸だと思います。すごいです。でこうやってですね宝石店を襲ったラムダはですね胸からマジックハンドを出したり掃除機みたいなものを出したりしてですね次々と宝石を奪うと。で宝石を奪ってですね基地に帰るんですね。で基地に帰ると中から背中がパカッと開くとですね中から女の子ですね美少女小山田真紀が現れるわけですね。で
さっきまでがですねまずさらば愛しきルパンよの見どころなんですけど、ちょっとここからですね、なんで宮崎駿はですねルパン三世それも二度とやらないってもともと言ってたんですね。ルパン三世が1971年にアニメ化された時にですね仕事が入ったから喜びながらもなんで今更ルパンっていうことを散々言ってたんですね、宮崎駿。もう今じゃないだろうと、本当だったら60年代の末にやらないと意味がないんだと言ってたのが71年からのアニメにしぶしぶ参加して、それでもルパンどんどん面白くしてたんですけど、そのシーズン1が終わった時にもうルパンやらないって言ったんですよ。でその後ですね1987年に78年にカリオストの城がですね監督決まった時にですね、ルパンもうやることないんだ、だからやることないからルパンの最後を飾るような作品やりたいって言って、でカリオストの城を作ったわけですね。ところがカリオストの城がご存知の通りですね興行成績がいまいちだったもので仕事がなくなりですね、でカリオストの城を作ったですねアニメスタジオも仕事なくなっちゃったわけですね。でその結果、テレビシリーズのですねプロデューサーたちがちょっとなんか仕事やらないとやばいぞというふうなことで最終回をですね、偶然最終回が回ってくることになるんですけどもですね、そこにですねなんでその人が乗るロボットっていうのを出したのかと。はっきり言ってなんでかっていうとガンダムに負けたからだと思うんですね。1970年代のその宮崎駿というのは宇宙戦艦ヤマトに負けて機動戦士ガンダムに負けるっていうですねクリエイターとしては超一流でありながら時代の流れというものと全然違うものを作っていたんですね。で時代の流れはもう完全にロボットもの SF ものだったんですよ。ロボットを出せば本当に何でもいい SF であれば何でもいいと言っても言い過ぎではないぐらいの時代なんですね。で未来少年コナンでもロボノイドを出したんですけどロボノイドじゃないわけですね、視聴者が求めてるのは。で特にその未来少年コナン作ったのって機動戦士ガンダムのテレビ放映とほとんど同時期なんですよ。で受けた評価の圧倒的な違い、マニア筋もともとのそのアニメーション映画が好きな人はその未来少年コナンはすごい、それは分かるんですね。でもアニメファン、その時当時出始めたアニメーションではなくてアニメファンっていうのはそれはもう圧倒的と言ってもいいほどですか機動戦士ガンダムを評価するわけですよ。でガンダムって民放だから打ち切りになったとはいえ途中で打ち切りになったとはいえですね再放送がものすごいわけですね。もう本当に日本中ですねどの曲つけてもどっかで機動戦士ガンダムがやってるという状態が2年も3年も続いて、それで劇場版という流れになったわけですね。ところがですね未来少年コナンって NHK で放送されたもんですからですね再放送がなかなかできないんですね。ほとんどない状態だったんですよ。で機動戦士ガンダムは日本中で再放送が繰り返されて、で映画化になって富野義行自らがテレビ版の監督が劇場版の監督できたんですけども、ところが未来少年コナンはですねろくに再放送もされず、やっとアニメブームがあるから映画化って話になった時に宮崎駿はですね監督から外されてというかメインスタッフほぼ劇場版の未来少年コナンから外されてですね、でなんかこう勝手になんだろうな作られてしまったわけですね。なので未来少年コナン宮崎駿が本当に生命をかけたような自分のデビュー作ですね長編テレビシリーズっていうのは機動戦士ガンダムに殺されたと言っても過言ではないと思います。アルプスの少女ハイジだってあれだけの名作を作ってたんですけども結局商業的に成功したのは宇宙戦艦ヤマトなんですね。宇宙戦艦ヤマトにハイジが殺されて、そして未来少年コナンが機動戦士ガンダムに殺された。それはもう本当に絵が古い流行らない今時の流行りの筋の SF じゃないっていうそういうふうにですね宮崎駿は時代遅れの作家みたいに見られたわけですね。なので言っちゃえばですねこの人が乗ってるロボットって何かっていうと俺だってガンダム作れるもん by 宮崎駿、これなわけですね。俺だってガンダム作れるっていうのはですね3つの要素からなっています。まずは人間が乗って操縦する搭乗型ロボットを出すということ、次に主人公ロボットに乗るキャラクターが暗い性格ですね、それまでのアニメでありえないほど暗い性格、あと3つ目量産型の登場と、こういうふうになってると思うんですね。で
まずですねガンダムとの共通点の、一つ目搭乗型ロボットであるっていうですね、ここに何ですかクレーンゲームのですね景品のフィギュアをですねちょっと手に入れて持ってきたんですけれども、これが今回登場するロボット兵のラムダですね。身長4メートルですね。でこの肩に乗っているのが小山田真紀というですね中に入って操縦するキャラクターなんですけども、もうほとんどこの人間が中に入れるとは思えないぐらいなんです。でこれねフィギュアねこれちょっと嘘があって人物小さいめに作ってるんですね。本当はもっと身長4メートルだからですね人間でかいんですけどもですね割とちょっと小さめに作ってるんですね。で設定見てみると早送の設定ですね。コンテの表紙がこういうふうになってるんですけども、ルパン三世最終回泥棒は平和を愛す、これが本来やりたかったタイトルなんですけども、ルパン三世ね宮崎駿監督といってもですねシリーズ構成の決定権ないんですね。シリーズ構成はもっと偉い人たちが持っていてその人たちがタイトル決めるんですね。本当はこのタイトルでやりたかったんですけど、でこのいろいろ細かい設定書いてるんですけど、面白いのはですねこのボディに関してですねゴム金属って書いてるんですね。でなんでしょうね金属ゴムって書いてるんだ。で後にですねこのロボット兵のデザインは「天空の城ラピュタ」でですね再使用されたんですけども、その時にですねこの首の周りのプロペラっていうのがなくなって、これラムダって首の周りにプロペラがあるんですけども、その代わりこの胸の位置にロケットノズルがついてですねロケットで飛ぶようになるんですね。で腕もですねこれは横に伸ばすだけで翼になるんですけども、ラピュタのロボット兵っていうのはこの腕の後ろからですねトゲみたいなのが生えて、そこに薄い皮膜みたいなものが張って空を飛ぶというですね、航空力学的にもちょっと合理的になってます。で、ラピュタのロボットは金属でもセラミックでもない、我々の科学力ではその材料が何かすらわからない不思議なものだっていうですねかなり SF 的にいい感じの設定になってるんですね。でもこの時はですね金属ゴムっていうですねなんだよそれはみたいな材料になってるんですけどもですね、でなんといってもやっぱこれのラムダの特徴はですねコックピットが狭いことなんですよ。この人間が無理やり乗ってるから分かるんですけども、さっきの降りてるシーンがこれぐらいなんですけども、後で乗ってるシーン見たらですねもう本当にこんなポーズでですね、で周りに機械とか計器がもうギチギチに入ってるんですね。で美術部にですね断面フィギュアを作ってもらったんですけども、アップの写真用意しましたけどもどれぐらい映りますかね。こうですね。でここの後ろにこの見えてるちょっと茶色っぽいのが椅子ですね。これのシートに小山田真紀が座ってて、で空を飛ぶ時はこういう姿勢になるわけですね。でこれ暗いから分かりにくいと思うので、もうね写真僕が撮りました。明るいとこ照明を当ててこういうふうになってるわけですね。で横向きになった時にシートがこうなってて、もう本当にここに体育館座り座るんですね。三角座りして頭ここでですね、で目の前のケーキを見てる感じですね。これがやや後ろから前を見た構図で、これがやや前から後ろ側を見た構図ですね。シートがあるといってもですね水平に飛んでる時でも垂直に飛んでる時でも全く姿勢安定しない、とにかく体育館座り三角座りでないと中にいられないんですけど、このシートの中に、ヒロインの小山田真紀はですね体育館座りしてるわけですね。でなんでこんな風にしたのかっていうと、機動戦士ガンダムで富野義行がコックピット狭くかけて怒鳴ってたんですね。もともとコアファイターっていうのはガンダムの操縦席が変形して飛行機になるのをコアファイターっていうんですけど、すごい小さい飛行機なんですよ。ジェット機としてはありえないようなサイズの飛行機、それが脱出カプセルみたいなもんだということでやってるので、とにかく狭く書かないとダメだと。もうマジンガー Z から流れる歴史ですね、日本の巨大ロボットのですねコックピットってでかすぎるんですね。コックピットの中でですね人が歩けるぐらいでかいんですよ。で乗り物であんなものがあるはずがないと、一人乗り物であんなものがあるはずがないと、ロボットの中に人が乗ってるんだったらギチギチのはずだというふうに富野さんは何回も何回も訴えたんですけども、ガンダムでもですね敵と戦う時にですね安全ベルトがめちゃくちゃ伸びてですねアムロがビュインビュインビュインってコックピットの中で振り回されるシーンがあるんですよ。迫力はあるんですけど、富野さんにしてみたら違うよ、コックピットってのは狭いんだよって思ってたんですけども、これもですね宮崎駿が
お前が着たいのこうだろうっていうふうにですね、狭いコックピット書いちゃうわけですね。もうこの辺がですね、そのなんでしょうね、ガンダムに対して対抗意識というのかな、俺がやったらもっとうまくやると絶対ね宮崎駿は言わないんですよ。マクロスが入った時もね、あんなもの見たこともないと言いながらすごい悪口が無限に出てくるからお前見てるでしょっていうふうに僕は思ったんですけどもですね、見てるんですよ。で自分もいいなと思ってるんですけど、やりたいと絶対言わないと。ただ時々こうチラッと出すんですよね。で今回もですね、その狭いコックピットっていうのをやってみた。あと2つ目ですね、さっきも話したですね、暗い主人公ですね。機動戦士ガンダムのアムロ・レイっていうのはこれまでのロボットアニメの常識破りのですね反抗期の少年、それも暗い反抗期の少年を主人公にしたんですね。でそれに対してルパンのこの小山田真紀っていうのはですね、お父さんの復讐をするためにロボットにやっぱり嫌々乗り戦う美少女なんですね。どっちもお父さんの作ったロボットに嫌々乗るっていうことは共通してるんですよ。もうこれもうエヴァンゲリオンに至るまでの日本のロボットアニメの流れですよね。いかにして主人公というのはファーザーコンプレックスをどのようにこう乗り越えていくのかっていうのに結局は全部なっていっちゃうのがロボットアニメの主流の流れなんですけど、だからそうでないロボットアニメっていうのはね、なかなかねそのガンダムとかエヴァみたいに主流にはなりきれないんですね。面白いところだと思います。こんなにね父親の作ったロボットにこだわる理由っていうのは今のところ誰も研究してないんでよくわからないんですけれどもです。であと3番目ですね、量産型の登場なんですよ。で、これもですね今回美術部に作ってもらったですね悪魔の兵器シグマですね。よいしょ、ちょっとね足がだんだんガタガタになってきたんで立ちにくくなってきた。もうねできてから1週間僕が遊びすぎてですねすいません。でこれのですね怖さっていうのは果たして何だろうかと、こっちの方が分かりやすいかな。ちょっとこの方が顔が見えやすいから。はいはいはい。ですねなんでねこのシグマというロボットが怖く見えるのかっていうと、本当にどんどん置くたびにこう足がガタガタになってきた。怖く見えるのかっていうと、まずね頭2つあるからなんですよ、シンプルに。で頭が2つっていうのはもう本当にキリスト教の宗教絵画でも出てくるような古典的なモンスター像なんですね。そういうモンスター性があると。でこの2つの頭が別々に動くことによって見逃さないと。ラムダのその首がくるくる回ってで獲物を見逃さないというのも十分怖いんですけど、2つの頭がくるくる回ることによってですね見逃さないんですよ。でレーザー砲が2つついてるから攻撃力も倍なんですよね。でおまけにこのレーザー砲のですねビームの威力もですね半端なく増えてるんですよ。ラムダのレーザー砲っていうのは例えば金庫室の金属の分厚いドアを貫通するだけなんですね。で貫通して丸くくり抜くとゴトっていって金属がこう滑り降りるんですね。あくまで貫くだけなんですけどもですね、このシグマのですねビーム砲というのは当たったものを爆発させるんですよ。でなんで爆発するのか、それは鉄の塊であっても爆発しちゃうんですね。でそれは天空の城ラピュタのですねロボット兵も同じで、ティディス要塞のですね鉄の塊の扉にですねビームが当たるとバーンと爆発するんですね。で科学とかあんまり詳しくない人はというか中途半端に知ってる人はなんで鉄の塊にレーザー当たっただけで爆発するんだとか言うんですけど、爆発するので正しいんですね。っていうのは一瞬で圧倒的な熱量を与えられたためにですね固体の鉄が一瞬で液体になってその後一瞬で気体になるからなんですね。つまり水蒸気爆発のようにですね一瞬でその固体が気体に切り替わってしまうので鉄の扉であっても爆発するように溶けるわけですね。この辺はシン・ゴジラでですねビルがビームで投いだ時にですねビルの内部から爆発するような感じがあったと思うんですね。あれ何かというとあまりの高熱のために蒸発してですね気体化したからああいう爆発現象が起こるんですけども、それなんですよね、このシグマのビーム砲っていうのは。あとねもう一つのですね怖く見える大事な理由っていうのは自律式、つまり自分で立つという意味ではなくて自分で考えて判断して人間の命令を受けずにですね、敵を探してですね攻撃する、おまけに量産型であるということなんですね。
でガンダムに登場するロボット兵器もですねザクとかドムとか量産型登場してですね主人公はアムロが乗るロボットもですねガンダムもですねシリーズ後半で量産型のジムが出てくるんですけどもやっぱね革命的なのはですねシグマ革命的なのがその量産型が無限に製造されるというですね現代的な悪夢なんですね。これは劇中に出てくるですねシグマが、登場するいわゆるその小山田真紀が説明しているシーンなんですけども、飛行機からですねこのロボットが無数に投下されてで降りていった地点でですね勝手に敵を探してどんどん破壊していくと自動的に人を見つけて殺していくロボット兵器なんですよ。でこれですねイメージの元になっているのはですねディズニーのファンタジアなんですね。ディズニーのファンタジアの中で「魔法使いの弟子」っていう短編があるんですけどもミッキーマウスがですね魔法使いの弟子になってで師匠の魔法使いがいない時に掃除しろというふうに言われてほうきにですね魔法をかけるんですね。でほうきに魔法をかけたら勝手に掃除してくれる水汲みをしてくれるとああ楽だ楽だと思ってたらですねそのほうきたちが全部自分の言うことを聞かなくなってそしてほうきたちはどんどん水汲みをするおかげでですねあっという間にですね家が水浸しになってしまうという話があるんですけどもあれファンタジーに見せかけて実はですねその20世紀の近代化機械化オートメーション化のですね現代社会の恐怖を書いてるんですね。だから魔法ファンタジーに見せかけてなんであれがファンタジアというアニメがですねあの時代に評価されたのかっていうとファンタジーの形を借りて現代のテクノロジー社会の批判をしたからなんですね。人間が作ったものの便利なもののはずなのに人間がもうコントロールすることができない機械たちがどんどん同じことを繰り返して人間を破滅に追いやっていくというですね現代的なテーマをやったんですけども「さらば愛しきルパンよ」っていうのはですねその機動戦士ガンダムの、まとめなんですけどもここまでのまとめで言うとですね「さらば愛しきルパンよ」っていうのは最初に話した絵的な見どころもいっぱいあるんですけどテーマ的な見どころとしてはその機動戦士ガンダムへの小さな反撃なんですね。まずは、自分のアニメーターもしくは作家としての将来をですねそういう意図はないんでしょうけど邪魔をした宇宙戦艦ヤマトとあとはもう特に機動戦士ガンダムに対するほんのささやかな反撃であるんですね。この3つの要素を出すことによってそれと同時にですね巨大帝国ディズニーですねいつか宮崎駿が倒したいと思っていた巨大帝国ディズニーの代表作であるですねファンタジアへのですね鮮やかなアンサーになっている作品だと思います。お疲れ様でした。今日の無料はここまでです。よいしょ。ここから先の限定の配信ではですね、もうちょっとルパン三世の時代の掘り下げやるんですけどもですね、なんかね結構ね面倒くさい話になりますのでですねそっちの方はなんだろうな、限定の方でやろうと思います。わあなんか遊んでるとねどっちもねじわじわ壊れてくるんですよね。美術部が張り切って締め切り前に仕上げてくれたから。